当時の私って節約してて最近投資始めただけの会社員だったんで、副業で稼げてもいないしネームバリューもないかったので、でもなんかポップなキャッチーなチャンネル名をつけたいなと思ったら、あれに節約オタク冬子になったんですよね。確か2個目なんですよね。最初冬子サバイバルっていうブログ名でやってて、なんか人生をサバイブしていくみたいな。でもサバイバルってなんか何がサバイバルなのかよくわからないなというか、当時はブログも雑記ブログでジャンルが決まってなかったので、何が自分で伸ばせるのかわからなかったので、そういうふうにぼんやりしてたんですけど、節約の記事がブログでたまたま伸びたのを、じゃあ YouTube でも節約やってみようでチャンネル名を考えたタイミングで節約オタク冬子っていう名前にしたので、2回目の名前ですね。なんていうんですかね、過去の自分のように悩んでる人を、ちょっとおこがましいかもしれないけど救えたらいいなというか、情報提供できたらいいなと思ってますね。はい、よろしくお願いします。そうですね、ライティングがおしゃれですね。結構キーワードとして自分らしく生きるっていうか、自分らしさを大切にっていうようなことを見出されたっていうのがあったと思うんですけど、その辺で話せたらなと思うんですが、はい、やっぱ自分らしさ大切ですか？そうですね、大切なんですけど、私が陥ってた罠というかがあって、自分はこれが自分なんだと思ってたからみたいなのがあって、でそれが自分らしさだと思ってたんですけど、後から思い返すとちょっと違ったというか、自分らしさだと思ってた物事っていうのが逆に自分を制限して苦しめていたなと思うので、なんかこう自分らしく生きるって大事なんですけど、これが自分らしさだって決めちゃうのは良くないというか、なんかただそのフラットに自分がやりたいことをやるのが大事なんですけど、でも実際はそれを見つけるのが難しいっていうことなのかなって思いますね。今おっしゃったのが、その結果論の方が割と答えに近くて、はい、スタート地点で初めに思ってることは、必ずしも正しくないみたいな話だなと思って、そうですね。でどんな自分だと思ってたんですか？そうですね、もう一番分かりやすい例で言うと、今着てるみたいなピンクのシャツは私着ないんですよっていうふうに思ってたんですよね。ピンクはちょっと可愛すぎるというか、ある程度女らしい方がいいけどピンクはちょっと出しゃばりすぎだとか、よくわからないそういう思い込みをしていたりとかっていうのがあったりとか、あとはそうですね、こうあるべきって思ってた自分の人生のレールっていうのが、もう40年間会社員で、年功序列で昇進できたらしたいなとか、子供は2人かなとか、すごいこってこての価値観があって、でも実際はその老後2,000万円問題っていうのが出てきたりとか、なかなか自分が貯金できないっていう中で、あれこれって子供2人とか教育費無理じゃないかとかっていう中で、その危機感、お金への危機感を覚える中で、本当にその自分が思ってた人生の道って必要なのかなって疑問が生まれたんですよね。でそこから自分って本当はそこ求めてなかったかもって気づいて、本当の自分らしさみたいなものが見えてきたっていう、そういう順番ですね。そのすごい自分をがんじがらめな感じにしてたのは、それはちなみに何だったんだろうと今思われますか？これは本当にいろんななんていうんですか、いろんな理由があるんですけど、第一にこういうふうに生きなきゃいけないっていう刷り込みがやっぱりいろんな、なんていうんですかね、テレビとかなんかそういうメディアを見る中でとか、小学校中学校高校大学と受けてきた教育の中で自分が感じ取ってしまった
本来は違ったりすると思うんですけど、こういう人生が正解だみたいな風に思い込んでしまったのかなっていう部分と、あとはそうですね、身の回りにやっぱりお父さんも会社員で、そういうなんていうんですかね、身の回りに会社員公務員とか以外で自由に楽しそうに暮らしている大人がいなかったっていうのもあるのかな。いやでもいたんですよね、実際は。叔父が、建設会社っていうんですかね、社長だったりしているんだけど、見えてないふりをしていたのかなとも思うんですけど、プロセスが見えないから。会社員はなり方わかるじゃないですか。大学卒業したら就職活動すればいいっていうプロセスが見えてるから、なんとなく自分の可能性としてありえるなと思えるけど、経営者ってなると、いるけど全然プロセスが見えないからわからない、じゃあ自分にも無理っていう、そういうなんか短絡的ななんかこう視野の狭め方を自分がしちゃってたのかなと思いますね。あと受動的だったのかなと。何事に対しても何か与えられた課題、与えられた仕事をこなしていけば人生うまくいくはずだみたいな、そういう思い込みがあって、でも実際は違うし、なんなら与えられてないけど自分の得意なところに飛び込んでいけば、その分能力を発揮できて社会に価値提供できて人よりも多くのお金もらえるかもしれないしとか、その辺が分かってなかったのかなと思います。でも一方でなんか僕いろいろなちょっと拝見してたら、なんか一応やっといてとか、なんかこう不思議ななんかこうお願い事ってあるじゃないですか、会社で。はいそういう合理的じゃないことに対してそれどういう意味ですかってなるっていうのが、受動の人ってそれを受け入れるけど実はふつふつとしてたというか。そうですね、確かにそう言われてみればそうですね。なんか嫌なことは実はあったってことですよね。そうですね。というか嫌なことだらけで、自分の姿勢は受動的なのにこだわりはあるから、そこですごいギャップがあって、毎日毎日あれが嫌だこれが嫌だで会社に行くの嫌だみたいななんかそういう日々を暮らしてたら、そりゃストレスたまるよねっていう状態でしたね。だからこだわりは結構強いというか、そう今でも正直その会社でも例えばもっとこれやれば効率いいじゃんっていう方法をなんでやらないのとか、あとはこの手順に従ってこの仕事はやってくださいねっていうマニュアルがあって、で前の会社ではそのマニュアルに沿ってやってるのに、その途中でこの何々さんのところに行って説明してハンコもらってくるっていうその段階が必要で、それなんでマニュアルに書いてないんですかと。それマニュアルに書くようにした方がいいですよね、必要ならって言ったら、いやそれはちょっとみたいな言われて、意味わからないみたいなことがあったりとか。受験勉強の時はつまり会社に入る前はあんまなかったんですか？その時は、勉強はそこそこにゲームにはまってたので、私大学受験は失敗してて、ずっとゲームやってたんで、当時センター試験ですけど、センター利用だけで受かる大学に行って、で大学院で再受験してるんですよ。で大学院受験って自分の研究内容を面接で発表しただけでペーパーテスト受けてないんですよね。だから得意なことしかやってないから、あんまりなんかこういろんな国立なんか名古屋大学受かってるからすごいみたいな言われるんですけど、名古屋大学は受かってなくて、名古屋大学の大学院を得意な研究だけを提出して受かってるだけなので、なんかそんなマルチに努力できるみたいな感じではないんですよ。受かったら受かったで楽しかったでしょうけど、大学でも素晴らしい先生とか友達に出会えたので、なんていうんですかね、大学受験時は受かりたいところ受からなかったな、悔しいなって思いはあったんですけど、ちょうど3.11だったんですよ、大学受験日が。だからもうこれはしょうがないというのもあって、で、プラス今も別に後悔はないので、なんか人生山あり谷ありみたいなところの一部なのかなと思ってます。大学受験は、茨城大学受験しようとして茨城の
方に行って、で親も一緒に、どうせ茨城に行くなら海の方に行って美味しい海鮮を一緒に食べようと言って、その海沿いの宿を取ったらそこで地震来て、もう津波から逃げないとっていうので、受験どころじゃなくて命の危険だったので、まあなんかすごいですよね。もうその日ので前乗りだったんで、次の日に受験日で、当然受験テスト中止というか何しに来たんだろうみたいな状況だったんですけど、それ確かちょっとすごい前の記憶なんであやふやなんですけど、確かもう受験はなくなってセンターだけの結果で判断されるってことになって、でそれで受かんなかったんですよ確か。だからそのなんかなんていうんですかね、変えられないことと自分ではコントロールできない物事とコントロールできる物事ってあるじゃないですか、身の回りに。そこの見分けがついてなかったので、もともとこだわりが強いからコントロールできる部分をコントロールしようとする人生にした方がいいなっていうのは今の自分は気づいてるんですけど、当時の自分は分かってなかったので、そこで大きなストレスを抱えていたというか、なんか生きづらいな、イライラするなっていうのがずっと続いていたっていう人生でしたね。自分の中そのこだわりのある面のことを言うとしたら、はい、どんなこだわりが結構出てきちゃうんですか？そうですね、こだわりのある面で言うと、いやいろいろあるんですけど、なんか嘘つきたくないっていうのはすごく一貫してあるかなと思ってて、謙遜ってあるじゃないですか、あれ嘘だと思っててでなんで嘘つくのみたいな、もう小6くらいまでは意味わかんなかったんですよ。だから最近使えるようになってきて、謙遜をなのでとか、そこがいいように作用して、今投資系の YouTube でも結構マイナス出ても、この金額マイナスでしたって、正直に言いたいから言うんですけど、っていうのが、ちょっと評価していただいてる、コメントとかもあるので、この人のいいところは正直なところみたいな風に書いていただいたりするので、その正直さっていうのは逆に言うとこだわり、嘘つきたくないっていうこだわりなのかなと思いますね。いわゆるこのつまらないものですがみたいなのが一番わけわかんないってことですよね。お土産あげてるのに、そうですね。そう、なんかこれめっちゃ美味しいっすよって言われて渡された方がテンション上がるのにでじゃあ結局それをじゃあこう解き放ちましたと。はい、なんかお母さんに言われた言葉がすごくいいなと。私はそれ分かってたわよってなんか言われたみたいな話。その会社員を辞めて個人事業主で、YouTube でやっていこうと思うっていうのを家族、お母さんお父さんに言ったら、会社員向いてないと思ってたけどねみたいな軽く言われて、分かってたんだって思ったんですよね。なんか自分の方が逆に会社員別に向いてないなんて思ってなかったってことですよね。向いてない向いてるの世界じゃなかったので、もともと絶対会社員じゃないといけないって思ってたから、そうなんですよね。だから途中だんだんもう仕事脱サラしてから2年くらい経ってからやっと会社員向いてないんだ私はって認められたので全然そのなんか価値観が変わる出来事だったので、なかなかすぐには変われなかったなと思いますね、そこは。当たり前と思ってるものって壊すの難しいっていう話ですよね。そうですね。細かく聞いてた時にずっとメールとかでやり取りしてて、冬子さん現れて女性なんだってなった時にちょっとチッてなるとか、はい、そうですね。でもなんかそうなんですよ。半導体の開発者として入社しているのに、まず女として見られるっていうのが意味不明すぎて最初。だから最初はもうイラッとするよりも何を言ってるんだろうこの人はっていう驚きですよね。逆に言うとそれまでは全然なかったので、その物理の研究者目指して大学院でやってた時も女性は少なかったですけど、そういうのは全然なかったので驚きでしたね。でもすごいスッキリしたんじゃないですか、出たら。そうですね、すっきりというか、なんていうんですかね、これで生きてていいんだっていう、それまでもう苦しんで働くことでお金が得られるっていう価値観だったのが、仕事と楽しいって両立できるんだっていうのとか、あとはやっぱりそういうなんていうんですか、ストレスが多い状態だったので、なんか他人が幸せになることと自分が幸せになることが両立できないような気がしてたんですよ。
だから何とかして大変な中、みんな大変な中でちょっとでも自分だけ良くなりたいみたいなのがあったと思うんですよね。そういうのもあってファイヤー目指してたところがあったと思うんですけど、でもやめてみるとあれなんか他人も自分も幸せになる方法ってあるんだなって、すごい当たり前なんですけど心から気づけたところはあります。っていうようなことを結構みんな入りたての社員の子とかね、なんかやっぱ気づかずにやっちゃってる人いるんじゃないかってやっぱ思われますか？ありますあります。なんか助けてあげたいですよね。そうですね。でもなんかこうどうすればいいんですかね。いやでも本当おっしゃる通りです。そんな簡単じゃなくて、でも冬子さんからもし学ぶとしたら、自分らしくあるために冬子さんで割と結果論でたどり着くところをちゃんと受け入れるみたいな、それはすごいプロセスとしてあるなと思ってて。そうですね。私なりの教訓としては結局どれだけ経験しても考えたとしても自分の経験も考えもそんなに広くないので、ちっぽけなものだとすると適当に思考回数重ねるくらいの感じの方がなんかいいのかなって最近思ってて、だからなんか結構そのなんていうんですかね、仕事を楽しくするとか、仕事だけに限らず生きやすくなるために大事なことって、ある程度のお金と仕事で、ストレスがそんなにないこととか、人間関係がいいこととか、そういうところプラス、目指したい何か目標があるとか、なんか夢みたいなところだと思うんですけど、なんかそれを得るにあたって結構私の中で大事だったなと思うのが、私結構最近声を褒められることが多いんですけど、もともと自分の声って全然良くないと思ってたんですよ。YouTube で動画を出し始めてから言われるようになって自覚したので、なんかこの人は声が良くて発声がいいから YouTube が伸びてるみたいな評価を後からされたりするんですけど、自分でそこがいいから私は YouTube を出すみたいな、そういう計画を立てたわけじゃないので、なんかこうやってみないとわからないことがたくさんあって、自分の考えの範囲では、この方向性しかないと思ってるかもしれないけど、なんかいろいろやってみたら全然違う道が開けてきたりするので、結局最初は苦しいとは思うんですけど、いろいろやるってことなのかなと思ってます。変なプライドとかを捨ててからの方がなんていうんですかね、生きやすいというか、生きやすくなる、生きにくかった時は生きやすくなるためにはこれが必要なんだ、これは捨てちゃいけないって思ってたものの、真逆をしたらなんか生きやすくなったみたいな謎の状態なんですよね。だから今苦しんでる人にとっては結構理解しがたいんだろうなって、過去の自分に向けて言うなら思います。だから多分今の冬子さんの足かせは自分が一番大事なものの場合があるよってことはすごい本当は言ってあげたい感じですよね。そうですね。だからなんか結構私の場合はなんか変なプライドが高かったので、このプライドが高い自覚もなかったから、当時の自分に変なプライドは捨てようねって言っても言ってる意味が分かんないですって言われて終了なんですけど、なんか仕事をしてる時に会社で上司からの期待とか今後の給料への不満とかいろんなそのプレッシャーがかかってる中で、ここまでやらないとって思ってると一人で抱え込んじゃったりとか私はしていて、でも実際はもうその半分くらいを例えば同僚とか、アシスタントさんとか先輩とかに頼ってよかったりしたなって今思うと思うので、そういうところも込みでというか、生きづらさっていうのがあったので、生きやすくなるためには、一つ具体例で言うとそういうふうに、仕事を他の人に頼るっていうとすごい月並みなんですけど、そういうところも大事だったりするのかなと思います。でもなんかそこでちょっと一個逆説があるのは、そこで頼れてたら今の解放がなかったのかと思ったら、そこで苦しんだから今出れたんだろうね。
まあ、でも多分そこでちゃんと頼ることができる人材だったらそれはそれで成功してたんじゃないですか。ああ、そうかそうかそうか。うん、じゃあそれこそ自分を見出すっていうのは、はい、その考え方の癖とか、はい、思わずやってしまう苦しさみたいなのに、うん、ちゃんと気づかない限りはなんかがんじがらめなんですね、結局ね。かなと思いますね。はい。まあ結局でも冬子さんって人に使われることはもうそんなに幸せじゃないってことに確かたどり着いた人ですよね。そうですね。自分でやれることをやり、はい、スポンサーがじゃあ YouTube についてほしいとも実は思ってないし、うん、自分の力で誰かに頼ってないって状態が理想って感じですよね。そうですね。まあそのやっぱりお客さんが明確にいると結局その人の言うことを聞かなきゃいけなくなるので、それがちょっとやだなっていう感じですね。そこがさっき言った正直者のベースに戻るんですね。だからまあそこが一致してるお客さんだったら全然いいんですよ。例えばこの本めっちゃいいと思ってで出版社さんからこの本紹介してくださいって言われたら喜んでするじゃないですか。ただやっぱりまあ YouTuber 的な話をすると案件の難しいところってアンビリーバブルお部屋探しはエイブルエイブルお部屋探しはエイブルがワンダフルエイブル。ただやっぱりまあ YouTuber 的な話をすると案件の難しいところってこのめっちゃいいって思った時に最強とか言い過ぎるとダメっていうのもあってだから褒めるのも制限がかかったりとか、まあ、もちろん他の製品と比較するってことができなくなっちゃったりもするので他社製品だと、そこもなんか正直に言えなくなるから嫌だなとかなんかなりますね。そっか、お金もらってなければ言えるわけですもんね、別に。そうですそうです、はい。そうかそうか。だからやっぱりその自分らしくあるっていうのは今たどり着いた冬子さんのチャンネルを見れば冬子さんらしさがめっちゃ出てるもんね、そういう意味では。あ、そうですか。だって正直でそれが結果につながるっていうのも知ってて、だからさっき言った両者ハッピーっていうのはありえるんだってことをやってる感じがするの。ああ、そうですね。あ、本当にそうです。本当にもう別に誰でもなれると本当に思ってるんで、なんかよくコメントで、まあ、こいつ全然すごくないじゃんみたいな、なんか誰でもできるよみたいな、なんかなんていうんですか、アンチ的な雰囲気で言ってくれる人いるんですけど、いや本当にそうですよと、だからみんなやってって本当に思ってるんですよね。そのマインドセットを一番伝えたい感じですよね。そうですね。本当に誰でもできるからなんでやんないのかよくわかんないみたいなまあもちろんやりたくない人はやんなくていいんですけど、悩んでる人はぜひやってほしいなっていう、はい。エイブルに来る人っていい顔してるよな。新生活を始める人だからね。俺たちもいい顔で出迎えなきゃな。ああ、はい。お部屋探しはエイブルに来て